ご視聴ありがとうございます。今回の動画では、以前の京都旅行で滞在した智石院会館さんをご紹介します。智石院会館へのアクセスは、バスで東山七条まで行き、そこから徒歩約5分か、京阪電車で京阪七条駅まで行き、そこから徒歩約10分です。こちらが宿坊智石院会館さんです。真言宗智山派の総本山、智石院の境内にある宿坊で、2020年にリニューアルされた、まだ新しく綺麗な宿泊施設です。館内に入ると、智石院の御門である桔梗の絵が用いられた柱やパネルで装飾されたフロントでは、剃髪でサムエ姿のおそらく僧侶の方がチェックインの対応をしてくださいました。アメニティはカウンターに歯ブラシやヘアブラシ、カミソリなどが用意されていて、必要なものをいただいていくようになっていました。ロビーは木材で天井や壁が装飾されていて、幅のあるソファーやゆったり座れるチェアが置いてあります。そこから奥に進むと、売店やレストラン、大広間があり、夕食や朝食はレストランや大広間でいただきます。智石院会館には、洋室、2種類の和洋室、2種類の和室、ユニバーサルルームの6種類の客室があり、今回は洋室のツインルームを予約しました。窓からは境内の木々やお堂などが見えるので、景色も楽しめます。室内の設備はバス・トイレ別で、バスルームは洗い場付き。冷蔵庫やポット、お茶セットとお菓子が置いてあり、Wi-Fi も接続できて、通常のサイト閲覧や動画の視聴は問題ない速度がありました。お寺の中ということを忘れてしまうような、まるでホテルのような素敵で機能的なお部屋です。また、館内には大浴場もあります。利用時間は15時から23時で、宿泊翌日の朝は利用できません。私が滞在した時は修学旅行生が宿泊していて、貸し切りの時間帯があったので利用しなかったのですが、伊豆石の浴槽で男性用、女性用、それぞれ洗い場も10台以上あるようです。その他の館内情報として、自動販売機はロビーの他に各階に設置されていて、喫煙所は1階に設置されています。食事付きのプランで宿泊した場合、夕食は17時から20時までの間から1時間ごとに時間を選べます。夕食はレストランでの食事で、お料理は京懐石と精進料理から選べて、京懐石はお値段ごとに4種類あります。私は一番スタンダードな3300円のコースでお願いしました。お出汁の効いた煮物や茶碗蒸し、お作りもあり、味も量も十分のお料理でした。朝食会場は大広間で、朝食も精進料理と通常料理から選べ、せっかくなので朝食は精進料理でお願いしました。あまり味気ないのかなって勝手なイメージを持っていたのですが、そんなことは全くなく、特に厚揚げやお豆腐は美味しくて、体に優しそうなお料理でした。夕方や朝など、
通常の拝観時間以外に境内を散歩できるのもここに宿泊する特権だと思います。まだ暑い時期の宿泊でしたが、夕方は暑さが和らぎ、散歩するのにも気持ちがよく、静かな境内を歩くのも特別な時間です。こちらは明王殿。ご本尊が不動明王様なので、不動堂とも呼ばれているそうです。先に見えてきたこちらは金堂です。堂内にはご本尊の大日如来像が安置されていて、毎朝のお勤めや総本山としての多くの法要はここで行われるそうです。智釈院さんの御門は桔梗門。私の場合、歴史上の人物で桔梗門を使用していたのは、明智光秀や坂本龍馬が浮かびやすいのですが、智釈院さんの御門は、智釈院さんが再興される前にこの地にあった祥雲寺の不審にあたった加藤清正の家紋が由来だそうです。こちらは真言宗の開祖、弘法大師空海のご尊尊を安置する大師堂です。宿泊者で朝のお勤めへの参加を希望する場合は無料で参加できます。3月から11月は5時40分、12月から2月は6時10分までにロビーに集合します。集合時間を過ぎると僧侶の方がお迎えに来てくださり、みんなでお堂へ移動します。どれくらい参加者いるのかなって思っていたら、この日は30人くらいでした。まずはこちらの金堂でのお勤め。まだ暑い時期でしたが、金堂の中は開け放されていて、大きな扇風機も回っていたので風も通り、その静寂な空気感も相まって、涼やかな気持ちでお勤めに参加できました。お勤めの内容としては、参加者たちが読経をすることはなく、僧侶の方々の読経を聞いて、終わりの方で私たちもお焼香をするという形でした。次に隣の明王殿へ。こちらでも読経を聞いた後にお焼香。お勤めの最後にお守りをいただきました。その後は僧侶の方の案内で名称庭園の見学へ行きます。講堂の庭を通って大書院に向かいます。庭園の眺められるお部屋に到着。座ってお庭を見ながら説明を聞きます。利休好みの庭と伝えられる庭園で、中国の廬山を模した築山や長江をイメージした池など、詳しくお庭の説明をしてくださいます。四季折々で異なった趣を感じられるそうなので、季節ごとに訪れてみるのもいいかもしれません。お庭の見学の後も国宝の襖絵などの説明もあり、お勤めと合わせて1時間半くらいで終了し、その後朝食に行くという流れでした。智釈院会館さん、以前京都での宿泊先を調べている時に知って、それからいつか泊まってみたいと思いながら機会がなく、今回初めて宿泊することができましたが、一般の拝観者がいない時間に境内をゆっくり散歩したり、朝のお勤めは参加者自身の度胸はないため、気負わずに参加しやすく、設備や食事なども満足の施設だったので、宿坊に興味のある方は体験しやすい施設だと思います。今後も旅に関する動画を投稿していきますので、よろしければまた見に来ていただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。